回は新玉ねぎを使った今の季節だけ楽しめるマリネをご紹介します。まずは材料です。新玉ねぎ1個、トマト適量、パセリ適量です。今回はカクテルトマトという甘さ、うまみ、酸味のバランスが取れたトマトを使用しています。トマトは茎から外し水洗いをして食べやすいサイズに切っていきます。トマトは強い抗酸化作用を持っていますのでアンチエイジングにも嬉しい食材ですね。私は子供の頃からトマトが大好きなので彩りのいいトマトを見るとつい買ってしまいますね。切ったトマトはボウルに入れておきます。新玉ねぎは上下を切って薄くスライスしていきます。新玉ねぎは3月から5月という限られた期間でしか食べられない玉ねぎですので、この季節にたっぷり味わいたいですね。今回は娘の知り合いから淡路島の新玉ねぎをたくさんいただきました。本当にありがたいです。皮を剥いたら芯を取ってスライスしていきますが、この時繊維を断ち切るようにこの方向でスライスしていきます。できる限り薄くスライスするとより甘みを感じやすくなります。新玉ねぎは甘いので水にさらさなくても大丈夫ですが、より甘さを感じやすくするために今回はさっと水にさらしていきます。さらす時間は5分程度です。パセリをみじん切りにしていきます。パセリは栄養価も高く彩りも良くなりますので、できるだけフレッシュのパセリを使いたいのですが、ない場合は乾燥パセリでも大丈夫です。私は他の料理でもよくパセリを使いますので、お安い時に購入してみじん切りにして冷凍していることが多いです。今回のマリネではこの程度使用します。残りは密閉できる袋に入れて冷凍保存していきます。みじん切りにして保存しておくとすぐに使えるのでとても便利ですね。水にさらしておいた玉ねぎの水気を切ります。ここで水気が残ってしまうと水っぽいマリネになってしまいますので、ぎゅーっと水気を絞ってください。固く絞った玉ねぎをトマトを入れたボウルに合わせていきます。パセリも同じボウルに合わせていきます。調味料です。オリーブオイル大さじ2、簡単酢大さじ3、砂糖大さじ 1.5、 塩は今回はヒマラヤピンク岩塩というものを使用しています。小さじ6分の1程度。黒胡椒、こちらは適量です。全部入れたら砂糖がなじむまでよく混ぜ合わせます。よく混ざったところで具材に合わせていきます。全部入れてまんべんなく味がなじむようによく混ぜ合わせます。新玉ねぎを生で食べることで血液サラサラ効果やビタミン B1 の吸収促進、抗酸化作用などの健康効果が期待できます。新玉ねぎとトマトのマリネがあっという間に完成です。
新玉ねぎは生でも美味しいですが、焼くととても甘くなるので、焼いて焼肉のタレで食べたり、天ぷらにしたり、加熱料理もおすすめです。新年度は疲れがたまりやすい季節ですが、体にいい食材をたくさん食べて、皆さん元気に参りましょう。今回も最後までご視聴ありがとうございました。